どうしても彼を手に入れたい。それぞれの方法で思いを貫いた3人の男たち。手段を選ばず突き進むホアヨン、駆け引きの天才ウソウェイ、そして最強の支援を惜しまないタダ。今回は彼らの愛を勝ち取るテクニックを徹底解剖。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。 ABO デザイアは私がずっと心待ちにしていた中国の新作。最初の3話を見ただけで禁断症状が出るほどの中毒状態に突入し、過去最強レベルのハマり方をしてしまった。オメガバースについての解説は概要欄に貼っておくのでご自由にどうぞ。ホアヨンは SQ をも超えるパワーを持つエニグマとしてピラミッドの頂点に君臨する存在。そんな彼が SQ のミスタシエンを手に入れるため、彼と体の関係があった32人のオメガを招集。自分がエニグマだとバレないよう秘書に命じて強度抑制シールを開発させ、ミスタシエン好みのオメガを完璧に演じていく。ミスタシエンの気を引くため、ビジネスパートナーである SQ シェン・ウェンランに協力を依頼。この BL 作品はダブル主役で、ウェンラン側の物語も見応えがある。まずはホアヨンの話に戻すが、ここまで冷静に計算し的確に獲物を仕留めていく姿はもはや清々しい。彼の家はまるで宮殿のようだが、金欠オメガを装うためにボロアパートを借り、ミスタシエンの前では徹底的に庶民オメガを演じきる。ウェンランに送ってもらう姿をわざとミスタシエンに見せて嫉妬を誘い、ドジなふりをして日常の様子を SNS にアップ。ミスタシエンが甘いもの嫌いだと知っていながらクッキーを送り続け、ある日パタリと立つ。好きな人には我慢を覚えさせ、タイミングよくご褒美を与える。その手腕はまさに作詞、三国志の想像も頭が上がらないレベルである。私にホアヨンの100分の1でも知略があれば、今頃チャンネル登録者数は1000万人を超えていたに違いない。そしてもう一人の SQ ウェンラン。彼はホアヨンと巨大な取引額が絡むビジネス関係にあり、ホアヨンの男釣り計画に巻き込まれて自社の秘書チームに彼を入れる羽目になる。この秘書チームに所属するガオトゥは表向きはベータを名乗っているが、実はオメガ。しかしウェンランがオメガを心底嫌っていることを知っているため、その事実を10年にわたって隠し続けてきた。フェロモンを抑える注射を打ち続けてきたが、いよいよ限界が近づいている。一方のウェンランもガオトゥへの思いに気づいていないものの、彼のことになると明らかに感情の振れ幅が大きくなる。ガオトゥは付き合っているオメガのパートナーがヒートになったため会社を休むという嘘をついているが、実際にはそんな相手はいない。しかしウェンランはオメガ大嫌い宣言を繰り返す。その様子を見ていると、私にはオメガ嫌いというよりガオトゥのパートナーであるオメガが特に許せないように見える。トレーラーを見る限り、今後ホアヨンがエニグマだとバレてミスタシエンの信頼を失う場面がありそうだが、彼はあらゆる手段を使ってミスタシエンを取り戻す様子。それにしてもミスタシエンの顔立ちのバランスは絶妙で、攻めでも受けでも違和感ゼロ。次に紹介するのは逆愛。ウーソーウェイは元カノへの未練が断ち切れず、彼女を取り戻したい一心で動く。しかし彼女はすでにチーチェンと付き合い始めていた。復讐心に火がついたウェイは友人であるジャン医者と共にチェンを誘惑する作戦を企てる。ただしチェンは彼女に対して全く興味がない。実は父に大切なペットたちを人質のように隠され、結婚候補との交際と会社の後継ぎを半ば強制されていたのだ。その事実を知らないウェイはチェンの前に何度も姿を現し、誰の目にもバレバレな作戦を繰り広げる。しかし実はその不完全さこそが彼の計算。完璧にやらないことで好きを演出し、相手の信頼を引き出しているのだ。まるで小学生のような駆け引きの連続。それでもチェンの目にはただただウェイが可愛く映っていた。チェンからもらった飴細工を彼女にあげると言いながら、実際は木箱を買って冷蔵庫で大切に保存。無理やり手を出したら体だけの関係になるとウェイに言われれば、どれだけ惹かれていても自制。ウェイが騙されて蛇の仕入れに失敗すれば、チェンは密かに裏で手を回す。ウェイが好きだと言ったものは箱単位で送り、日常用品も全て自ら選んで届ける。そしてウェイが会社を立ち上げたいと言えば、何のためらいもなくブラックカードを差し出す。かつてチェンにとって一番大切なのはペットの蛇たちだった。単なるペットではなく、彼にとっては誰よりも信頼できる存在だった。だ
だが元彼からもらったお気に入りの蛇がウェイに巻きつき窒息させようとした。ほんの一瞬チェンは迷った。それでも彼は自らの手でその蛇を切りウェイを救った。その時初めてチェンは最も大切な存在が変わっていたことに気づいた。話は過去に遡るが、大学時代チェンは幼なじみのゴー・チェンユーと誰もが羨むほどの親友だった。しかしゴーはチェンの恋人だったワン・ショーを寝取ってしまう。その後ワン・ショーは留学で町を離れ、チェンは6年間トラウマにとらわれたままだった。ゴーとはビジネスの関係もあるため顔を合わせる機会が多く、チェンはゴーが寝た相手を必ず寝取るという歪んだ執着を抱くようになってしまった。実際はゴーがはめられただけで、おそらく後のエピソードでその真相が語られることになるだろう。ダブル主演のもう一人ゴーの相手はジャン医者。この2人もまた駆け引きの名手で、どちらが最後に折れるかはまだわからない。ただ私の予想ではジャン医者が負けると思う。なぜならゴーはこのドラマの中でも群を抜いて頭脳明晰なキャラクターだから。ちなみにこの作品の原作者と監督は有名なハイローインや Advanced Bravely を世に送り出したチャイチタン。 BL 作品を次々とヒットさせる名プロデューサー。最後に紹介するのはタイ BL リセット。タダーはまさに最強の後ろ盾。彼はずっと昔から俳優アーミンを陰ながら応援してきた。アーミンが必要とする時にはいつもタダーからの手紙やプレゼントが届く。けれど2人には一度も面識がなかった。そんなアーミンの前にまるで悪夢のような出来事が起きる。授賞式を終えて帰宅すると、親友のサムと自分の彼氏チャーリーがベッドで一緒にいるところを目撃。感情を抑えきれずチャーリーを追い出そうとしたアーミンだったが、逆に2人に2階の階段から突き落とされてそのまま命を落とす。だが次の瞬間、アーミンは20代の自分として目を覚ます。セカンドチャンスを与えられた彼は自分を裏切った人々への復讐を決意する。そして今回は偶然にもタダーと再会し、助けられ運命の人となる。アーミンがマネージャーから重要なオーディションの情報を外されたと知った時、タダーは一瞬で自分の仕事を放り出し、アーミンを迎えに行って会場まで送る。アーミンが怒りに任せて心ない言葉をぶつけても、タダーは静かに受け止め、もう邪魔はしないと距離を置こうとする。タダーのかつてのセフレが現れて、アーミンに誤解されても強引に解釈せず、ただ静かにまっすぐな愛を伝え続ける。アーミンとフォトグラファーのスキャンダルが広まった時も、タダーは冷静に戦略を立て、アーミンを傷つけた相手を一網打尽にする。その一瞬のためらいすらない姿に彼の覚悟が滲んでいた。彼はエンタメ企業の CEO として堂々たる存在でありながら、アーミンに対してはただひたすらに優しい大人の男。なぜ彼はそこまでアーミンに尽くすのか。実は子供の頃自殺をしようとしたタダーを救ってくれたのが橋の向こう側にいたアーミンだった。カップラーメンを差し出して、きっとお腹が空いたんだよと言ってくれた少年。それから時を経て、今度はアーミンが橋から飛び降りようとした時、タダーが電話で彼を引き止める。僕は君のファンクラブの一人目だよと伝えて。こんな自己犠牲を自然にできる大人の男、現実に言ったら絶対好きになるに決まってる。ちなみに監督はダサインを世に送り出したナッタポン・ボンカウィ・パイロット。私は今でもダサインが大好きで忘れられない。新作マイ・マジック・プロフェシーのトレーラーもすでにチェック済み。リセットと合わせて今後の展開がとても楽しみ。最後に3作品を簡単にまとめよう。 ABO デザイアのファヨンは、愛するものを手に入れるためなら全てを犠牲にできる男。彼の世界にはミスターシエンしかいなかった。その隠された執着心が私を完全に魅了した。逆愛のウソウェイはちょっと間抜けだけど、それがまた愛おしい。恋の駆け引きの天才で、じれったくも楽しい恋の過程にドキドキが止まらなかった。そしてリセットのタダー。彼は大人の男の魅力を部屋中に漂わせてくれる最高の後ろ盾。保養力、権力、財力、優しさ、一途さ、全てを兼ね備えた理想の王子様だった。さて、あなたは誰に落ちた？それではまた次回お会いしましょう。ではでは。